歴史が紡ぐ造形美。アテンションプリーズパスポです。はい、なおみんこと安西直美です。はい、なちゅこと岩村夏美です。私たちは上野公園にやってきています。来た来た。実は、ここに東京初の世界遺産に選ばれた建物があるんですよ。おお、早速行ってみる？行ってみようか。よし。不忍池や上野動物園などの人気スポットがある緑が豊かな都会のオアシス上野公園。実はその敷地内に2016年東京で初めて世界文化遺産に選ばれた建造物があるんです。それがこちら、国立西洋美術館。この建物を建てたのはフランスを中心に活躍し20世紀の建築に大きな影響を与えたル・コルビュジェ。近代建築の手法を取り入れ、彼が日本で唯一建てた建物の魅力を知るべく係の人に案内してもらいながら館内を巡ります。まずやってきたのは美術館のエントランス19世紀ホール。こちらがですね、この美術館の中心にある19世紀ホールっていうホールなんですね。で、こんな風に天井まで抜けている空間っていうのは、当館の中でも珍しくてですね、絵ってやっぱり自然の光っていうのがあまり当たっちゃいけないんですよね。なのでほとんどこういう自然の光っていうのは美術館の中には入ってなくて、知らなかった。彫刻しか置いてないじゃないですか。でで彫刻っていうのはよく外なんかにも置いてありますよね。なのでここは自然の光が入るような構造になってるんですよ。昔は壁で建物を支えていたため柱を使用するのは珍しかったんだそうです。ちなみにこの美術館の柱は木の型枠で取ったコンクリートを使用。さらに建物の中にこういうスロープっていうのを多用してるんですね。で、歩いてもらうと分かるんですけど、階段じゃないので足元気にしなくて歩けるじゃないですか。コルビュジエは建築の散歩道というような言い方をしていて、なので散歩道を歩くように、空間を楽しんでもらうというような形で設計されています。散歩をするように美術館を楽しんでほしい、そんな願いが込められたスロープを上がり2階の常設展のフロアへと向かいます。すごい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 。初めて見る。初めて来た。なんか緊張しちゃう。この建物ってこういうふうに展示室って天井が低いところとこういう高いところっていうのがあるんですね。で、実はこの高さって、ル・コルビュジエが考えたモデュロールっていう考え方に基づいて、そうモデュロール。人間が暮らすために快適な高さっていうのはこれぐらいじゃないかっていう、183センチの人が手が届くぐらいの高さに設定してある。当時はコルビュジエは考えたよ。すごい深いね。こんなことなってるって思わなかった。そうですよね。聞かなかったら絶対わかんない。今ぐるっと回ってもらうと、さっきのホールをちょうど囲むように回ってきたんですよね。本当だ。言われてみれば。なのでまさに回廊のように美術館が作られていて、本当はこれが拡張するときは外に回廊のように広げていけたっていうのが無限成長美術館の考え方なんですよね。見やすかったですね。いや、私美術館とか本当に来たことがなかったんで感動しました。19世紀ホールからここのフロアに上がってくるスロープ、すごいゆっくり見れました。美術館ってなんか結構大人の方が来るイメージだったんですけど、なんか若い子が来ても多分すごい楽しめる場所だなって思いました。国立西洋美術館で歴史的な造形美に感動した2人。さらなる出会いを求めて引き続き上野を散策。上野公園から足を伸ばしてアメ横にやってきました。アメ横はいつ来てもにぎわってるね。じゃあ早速行こうか。行きましょう。上野駅と御徒町駅の間およそ500メートルに400店舗以上がひしめくアメヤ横丁、通称アメ横を散策。わあ、アメ横。私何年ぶりかに来た。お店多くない？そう
ね。あったんだね。ワンちゃんもいる。何可愛い、見て。超いい子だよ。他にもアメ横ならではのさまざまな出会いが。ニューフルーツではアメ横名物のとってもジューシーなフルーツを堪能。甘い。甘い。パイも甘い。美味しい。しかもね、そう冷えてていいよね。こういう雰囲気の中で食べるのもいいね。ね、あんまりねフルーツ買って食べ歩きってないもんね。ない。ね。ドライフルーツの専門店小島屋では珍しいドライフルーツを発見。うわ、いっぱいある。こんなあったら迷っちゃうよね。どれ。ドライピーチも初めて見た。ピーチよかったら試食あります。食べたい。ドライピーチいただきます。新しい。甘すぎない。面白い。これも美味しそう。ね。そして活気のある魚屋では交渉次第で値下げやおまけをしてくれることも。いらっしゃい。はい。あら。はい。こんにちは。マグロ。わあ、商品でござ1000います。円。はい、おはよう。中トロ。中トロが。アメ横なんで値段はなるべく安くということで。まあこれ3年の商品。まあこれは1000円でいいですよ。はい。どうですか。 3000円が1000円でしょ。お試食やってないんですか。試食いきなり試食いきなり。確かめないとまず。そう。美味しやばい。そう。美味しそう。やばい。肉みたい。めっちゃ美味しそう。油。溶ける。すごい。美味しい。めっちゃ美味しいですね。でしょ本当にこのマグロ美味しかったんでありがとうございます。買ってきたいと思ったんですけど、はちょっと私たち持ってるお金があんまりないので厳しいんですよ、アイドルは。せっかくなんで大トロどうですか。でも5000円。持ってないです。まあいいや、じゃあ中トロおまけしようか。これで還元しようか。ありえるこれ。こんなことが起きるんですよ。ねアメ横ですか。これがアメ横商売でございますか。楽しくお話ししながらお買い物。これも人情味あふれるアメ横ならでは。引き続き商店街を散策する2人。すると意外な建物を発見。うわ、なんだあれ。あれ？何あれ？なんだ。ちょっと行ってみる？行ってみようか。ね急にあるね。お参り。お寺だ。ということでやってきたのは商店街のど真ん中にあるマリ支店徳大寺。急にさ、商店街の中に急にお寺があるんだね。ねえ。びっく面白いり。この真ん中らへんかな。びっくりだよ。ねえ。お店の上にあったしね。この地でおよそ400年厄を除き福を招いてきたというご利益がある守護神に2人もお参りすることに。一体何をお願いしたのでしょうか。いやー、楽しかったね。ねお参りもできたし。ということで今日は東京の上野で国立西洋美術館の造形美に触れて、はい。すごい活気のあるアメ横も散策しましたね。楽しかった。さてさて、歴史が紡ぐ造形美はここ東京以外にもあります。さらなる造形美を求めて、続いては長崎に行ってみたいと思います。この後は長崎県へ大移動。観光客が殺到する今注目の軍艦島クルーズに出発。お楽しみに。